同じこんばんは、ポテトよし今日もデータぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、ウィングと SC の違いを知りたいやっていきたいなと思います。前回の動画見ていただいたでしょうかね。今回はこの動画の派生系みたいなね話になっていきたいなと思います。割とあるよね。ST、ウィングの位置で ST 使ったりとか。なのでこの違いを中心にまとめてきましたので、ぜひね、早送りでもいいので見ていただければと思います。まずは大前提となっていきます。今回でね、このフォーメーションで、ウィングのところですね、こう見ていきたいなと思います。今回はですね、使っていく選手はこのソン・フンミンですね。あとはストイチコフ。で、どちらもライバルの選手を使っていきたいなと思います。考え方ですね、このソン・フンミン、ST 薄い適性じゃねと思った方はそうなんですよね。以前の検証でね、薄い適性で能力下がることは分かっていますから、これ下がっても変わるのか、この辺もね、一緒に見ていきたいなと思います。前回同様ですね、無印っていうのはですね、プレイスタイル発動していない状態でのポジションということになりますので、よろしくお願いします。で、チームスタイルのね、多少の差、タイミングとかの差は多少あるんですけど、どれもね、基本同じだったんで、今回映像で見ていくのは全部ロングカウンターになりますので、よろしくお願いします。はい、まず一つ目ですね、ウィングはサイドでもらう、ST は中でもらうというところになっていきます。どういうことかというと、同サイドのビルドアップの時の話なんですけど、こんな感じですね。まずウィングはですね、まずはもらいに来るんですけど、その後ですね、こんな感じでサイドにね、広がっていきますよという感じでした。こんな感じね。はい、これが ST になるとですね、こんな感じで、まず受けに来て、で、サイドのスペースなかったりとかもするんですけど、こんな感じでね、まっすぐ行ったりとかしますね。で、サイドのスペースが空いてる時になると、こんな感じでサイド行くんだけど、その後ね、やっぱ中に入ってね、裏狙ったりするんですよ、こんな感じでね。で、早い時とかだともっと早くて、もう、こんな感じでもうどんどん裏行っちゃったりとかね、しますね。はい、なのでこんな感じですね、ST になるとですね、なんだろうな、やっぱサイドにいるんですけど、ストライカーの意思みたいなところがやっぱ感じられますよね。なんか最終的にはやっぱ俺がフィニッシュするんだみたいなね、そんな感じがあるかなと思います。で、ウィングに関しては中絞らないのかというと、実はね、そんなことなくて、ウィングもね、こんな感じで絞るんですよね。ただね、絞り始めちょっと遅いんですよ。ST の時と比べると、ペナルティエリアから数えるとですね、芝生3つ目のところなんですけど、この遅い分ですね、結果的に仲間がね、この裏のスペース使っちゃってるんですよね。なので、そこには走り込めずですね、ちょっと後ろにいたりとかですよね、こんな感じになったりとか、あとはちょっと狭いスペースをなんか使うみたいな感じになってましたね。はい、2つ目、遠いサイドのビルドアップの時はね、割と同じというところですね。ちょっと違いではなくて同じとこなんですけど、逆サイドのビルドアップの話ですね。さっき同サイドだったんですけどね。こんな感じでウィング時見ていくとですね、無印って逆サイドのビルドアップの時でね、割とね、あんま我関せずって感じなんですけど、こんな感じで、最後ね、こうサイド上に上がっていくんですけどね。これが ST になった時も見ていくと、中に絞ってきてって、ここもウィングも同じでしたね。中に絞ってきて、最後は裏に抜けるというような感じになってましたね。はい、ということで、厳密にはね、正直若干違うんですけど、これちょっとまた後ほど話しますね。はい、次ですね。ウィングは絞ってきたとこでもらう。ST は裏のスペースでもらうというところ。これはですね、ビルドアップしきった後の話にはなるんですけど、この、逆サイド側でね、特にキープしてる時なんですけど、このね、ウィングなんですけど、このウィング状態だと、このなんていうのかな、こうバイタルでもらおうとしてる感じ、横に動いてるの分かりますかね。バイタルでもらってシュートもしくはドリブルみたいな、そんなイメージができますよね。で、これがこのまま ST にすると、はい、こんな感じで。わかりますこれ。こう縦に行ってる、このスペースを使おうとしてる感じ分かりますよね。はいはい。ということで、この明確な違い出るとちょっと嬉しいよね。俺だけかもしれないけど。そんな違いがありますよということですね。で、実はね、もう一個、ビルドアップの後の違いもう一個あって、これがさっきのね、後ほどって話なんですけど、ウィングはね、ポジションを守る。ST は CF との入れ替わるというとこなんですよね。どういうことかこんな感じなんですけど、ウィング時はですね、登り切った後、ビルドアップしきった後ですね、こんな感じで中でね、こう、上下に動きながら、ちょっとね、待ってるって感じなんですけど、
ポジション変わってもね、ちょっとねボール変わってもこんな感じでね、あんま動くとか変わんないんですよね。スペースあってもそれ以上は動かないっていう感じになってましたね。でこれに対して ST になるとどうなるのかというところなんですけど、 ST になった途端ですね、ほらこんな感じで CF とね入れ替わったりとかね、これさっき後ほどって言った話につながるんですけど、こんな感じで斜めに入ってきてね、いきなりもうねポジションチェンジしたりとかなので最後入りきるタイミングで、ね、若干斜めに入ってきたりとかすることもあるよという感じでしたね。いやこれ結構面白くないっすか。 ST になった途端ね入れ替わったりするんですよね。この斜めに入ってくる動きとかも結構面白いっすよね。はい、というところで今日は結論です。ウイングはフィニッシュも狙えるサイドプレイヤー、 ST はサイドにも行くフィニッシャーとします。はい、ということでいろいろ見てきましたけども、ST はねどこで使っても結局はフィニッシャーって感じでしたね。で逆にウイングはやっぱりサイドプレイヤーっていう感じがしましたね。 CF の邪魔とかそういうことはしませんよ。はい、まとめておきました。こんな感じ。ウイングはサイドでもらうと、で最後は中に絞っていきますよ。あとはバイタルでフィニッシュのイメージがありますよって感じでした。バイタルってちなみにこのペナルティエリアのねこの前のこの部分ですね、この辺の話になってきますけど、これが ST だと中でもらうイメージ、あとはサイドにも行きますよということ、あとは裏のスペースでフィニッシュするというようなイメージという感じでしたね。あくまで最後フィニッシャーと自分が決めるんだというようなストライカーな感じはしましたね。はい、でどっちも無印の時の起用法の考え方なんですけど、こんな感じかなと。まず1つ目、ドリブルで勝負をしたいかというところですよね。ポジショニングどこでもらうかの話もしましたけど、そこは大きく関わってくるんじゃないかなと思います。具体的にですね、ドリブルで切り込みたいならウイングになるし、裏抜けてのサイドスピードのねスピード勝負みたいな感じであれば ST になってきますよね。はい、もう一つ、ミドルレンジで勝負したいか、ペナ外からのコンカとかね狙うんであればもちろんウイングみたいなね形になってきますからね。で最後にもう一つ、流動的にしたいかというところですかね。これ最後のポジショニングの話もありましたけど、やっぱりですねウイングはねポジション守るんですよね。なのでパスはある意味しやすいかなっていう感じで、逆に ST はですね、CF とかと入れ替わったりするんで、流動的になるから、強みでもあるけどパス回しにくい部分もあったりするかなっていうようなね、そんな感じはありましたよね。なのでその辺は自分のねチームスタイルとかプレースタイル合わせてやっていただけるといいかなと思います。今回もねちょっとした違いなんだけど、やっぱ面白くないですか。こういうの結構戦術とか広がるよね。で最後にちょっとなっちゃったんですけど、ソン・フミをね薄適正使った時の話なんですけど、能力下がっててもですね動き自体は正直同じ感じでしたね。やろうとしてること自体は何も変わらないっていう感じでした。逆にですね能力のポジショニングに与える影響って、反応速度とかそういうところになってくるとは思うんですよね。それが結果的にですねポジショニング良くなるとかそういうことなんですよね。能力低いからそこにいられないとかそういうことではないっていうことは分かりましたね。というところでこの辺は参考にしてみてください。はい、最後雑談になっていきます。今回もね ST でウィング見てきました。結構面白いですね、こうやって見るとね。いやこうやって見るとやっぱどうなんだろう、メッシとかウイングとか割とありなのかね。なんか ST で結構使っちゃってたんですけど、割とウイングありかなって。ドリブル仕掛けたりコンカ打ったりとかね、割とバイタルエリアで勝負したいタイミングとか結構あるしね、裏抜けてほしくないみたいな時あるからね、割とやってみるのもありかなと思いましたね。皆さんもねちょっとおすすめの使い方とかねあったら教えてください。3月の最後ですよ、年度終わりますよ。本当にありがとうございました。目標も達成させていただいて本当に皆さん本当にありがとうございました。マジで何が嬉しいって、こう2万人達成したことをね見てる皆さんもね喜んでくれてるコメントをいただくとねすごい嬉しいんですよね。僕だけじゃないんだみたいなね。本当にありがとうございます。初期から見ていただいてる方もね本当にありがとうございます。なかなかコメント返せないところもあるんですけど全部見てますから、来年度もぜひよろしくお願いいたします。で目標見事達成しましたからコップ作っていきたいなと思います。ちょっとちゃんと応募フォーム作ってねやりたいなと思いますけど、ちょっと抽選にしてなんか買いたいって言ってる人もいたからちょっと販売もしようかな。ただ儲けるとかそういうんじゃなくてトントンになるぐらいの僕もそんなにお金ないのでトントンになるぐらいのもので販売するならしたいなと思いますので、よかったら高評価チャンネル登録していただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの
の結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年度内2万人達成しました。ありがとうございます。ここで満足せずにですね、また今年どれぐらいするかという目標を立てながらやっていきたいなと思います。よかったら高評価チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、今年度も終わります。本当にありがとうございました。来年度もまたよろしくお願いいたします。それじゃあまた。